こんばんは。築40年に住む25歳人間です。今日はナイトルーティンをお届けします。今日の夜ご飯は親子丼で、最近は暑くなってきたんで麦茶を冷やして飲んでます。早速お茶をこぼしました。畳に。僕は結構味噌汁とご飯とおかずみたいなスタイルを基本、夜ご飯はそういうスタイルで食べています。とにかく僕は夜眠れない人間なんで、夜にいかにリラックスできるかという習慣を作ってます。リラックスすることにも超特化したルーティンですね。小さい習慣ってめっちゃ大事やと思ってて、大きいもの、例えばすごい筋トレめっちゃ頑張ったとか、そういうのって毎日できるんやったら素晴らしいことやけど、まあ大体続かへんやん。これをやりたい、こういう体型になりたいとか、そういったものが続くことの方がまあ珍しいんで、こういう小さな習慣っていうのを積み重ねていくことが将来の自分とか今の自分を作っているなぁと日々マジで感じます。YouTube なんかを見てご飯を食べて、でこの日は結構すぐに洗い物してるんですけど、洗い物は日によりますね。でもできるだけしたい。なぜなら朝の行動に関わってくるんで、やっぱり朝に洗い物が溜まってると朝ごはんもなんかちょっとどうしようかなって迷っちゃったりするんで、その次の行動が犠牲にならないように早めに洗い物したい。そのためになんか夜ご飯はちょっと腹8分目にして食べた後でもすぐ動けるようにするとか、そういう風に、あとよく噛んだりとか意識してますね。爆食しんくても腹満たせるように。一人暮らし結構始めたての頃は割と洗い物を置いたりしてたんやけど、だんだんこう一人暮らし歴が長くなるにつれて結構すぐやるようになった。それはやっぱ実感として、なんかその後になんか良くないなっていう感覚があるからそうしてるんやと思う。でこれは僕は鉄フライパンを使っているので、鉄フライパンを洗ったらすぐ火にかけて水分を飛ばして、その後に油でコーティングするっていう作業を毎回やります。鉄フライパンは鉄なんで水分がついているとすぐに錆びます。なので油でコーティングすると食材もひっつかへんし、フライパンも錆びない、自分で育てるフライパンですね。これはご飯を明日とか冷凍で食べれるようにパックに分けて冷凍しておきます。一人暮らしのみんなは冷凍してるんかな。僕はずっと冷凍してますね。これはジップロックのご飯の冷凍のやつで、結構この平べったいんで解凍が均等にできておすすめです。ひっついたご飯は食べながらやります。鉄フライパンは煙が出るぐらいまで加熱するんですよ。そこから油を入れてコーティングです。ちょっとうっすら煙が出てきてる。普通のフライパンって表面が加工してあってテフロン加工っていうんだけど、要はフッ素で加工してあるんやと思うね。やけどこの鉄はそういう加工がないんで、この油を引いて熱いうちにこれを伸ばして、冷めるとその油の膜がコーティングされてフライパンが育っていくっていう感じです。だからテカテカの鉄フライパン見ると結構テンション上がる。なんか良くない黒光りしたフライパン。
そしてお風呂ですね。もうお風呂キャンセルできひん時期になってきたよな。もう築40年の風呂なんで、お風呂の中はもうすごいなんか40年やなって感じのお風呂です。こんな感じでタイルで、なんせ換気口がないもんで、こうやって水を切ってやらんとすぐにカビるんですよね。だからこれも毎日お風呂入ったら水切ってますね。でお風呂上がりました。この辺から結構ショート動画とかを見ひんようにしてる。 YouTube とかでなんかほんまに好きな YouTube の動画とかは見るんやけど、それ以外になんかこう他の情報を探っている状態みたいなのをできるだけ避けるようにしてる。電気も夜用に間接照明メインで、というかまあ白い電球ないんやけど、この部屋に暖かい暖色系の電球で揃えてますね。あんまり白いのが好きじゃなくて。お風呂上がりはまず僕は顔のスキンケアからします。乾燥肌なんで、もうすぐ体がすぐ全部乾いちゃうんですよ。髪の毛も乾くし、体も乾くし、顔も乾くしってなったら、どこから保湿したいか大事にしたいかって言ったら、まあ顔で体、髪の毛かなっていう順番でいつも保湿したりしてます。リトルシムズのフリーが最近好きで口笛吹いてます。で好きな音楽かけて、この辺りからストレッチとかちょっとしながらスキンケアも交えて呼吸も整えながらって感じでやりますね。この日ははるか中村さんの YouTube のヘリオスっていう曲、これめっちゃ好きでずーっと昔から聴いてますね。 YouTube にしかないのがとてもいい。プロジェクターで YouTube 見ると SNS を見れへんやん。だからこういう違うデバイスで YouTube とか見ちゃうってのが結構いいかなって思ってる。僕のスキンケアは化粧水と乳液が無印で、まあ敏感肌なんで敏感肌用のやつで、最後にキュレルのクリームを塗って、まあ最後にちょっと金かけて終わるかなっていう感じで、この3つでスキンケア済ませてます。結構生涯不眠で悩まなかった時期がないぐらい睡眠に難ありなんで、最近はもう眠くてもいいかなみたいな、何時寝てもええわみたいな、まあ睡眠薬とかももらってんねんけど、あんま飲んでないですね。ここっていう日にしか飲んでない。もういいかなみたいな、何時に寝てもっていう諦めを結構つけてる。眠れなくなるモードみたいなのがあって、寝ようと思うと動悸がしちゃうというか、結構ドキドキしちゃって、逆にリラックスじゃなくて興奮する方に脳が働いちゃうんよ。だからその寝る前に寝ようとする意識を消していくっていうのが結構僕は大事にしてますね。そして髪の毛を乾かします。まあ結構乾燥毛なんで、もうこの時点でだいぶ乾いてんねんけどな。で結構僕つむじが2つあって、そのつむじとつむじの間がなんかハゲっぽく見えるんで、
それを結構いつもこうやって横につむじを潰してる感じでドライしてる。将来ハゲるんかな。おじいちゃんとかどっちも絶妙にハゲ切らない感じのハゲやな。前髪の生え癖もこう逆に引っ張って戻して癖を整えてます。みんな結構このスキンケアとかドライヤーしながら YouTube とか見るよな。やし僕の YouTube もこのみんなのルーティンの中に組み込まれているのでしょうか。自分も見てる側やけど組み込まれている側になっている可能性もあるってことか。ドライヤー使ったらすぐ片付けます。なんかコードとかバラバラってなってるの嫌いで、寝る前とかは結構片付けますね。で、絶対に忘れてはいけないのがこのお薬です。これはもう毎日飲まなあかん抗うつ剤と抗不安薬で、安定剤と抗うつ剤で、これ毎日飲まんと効き目が効かへんくて、抗うつ剤ってのはそうなんですよ。なんか飲み始めて2週間とか1ヶ月ぐらいでやっと効果出てくるんで、飲むのをやめると結構気分が落ちるようになるっていう。だから毎日飲み忘れたらもう致命傷です。これがあるおかげで僕のセロトニンは生成されている。セロトニンは脳内で一度神経の中に回収されてしまうんですね。その回収されてしまうのをこの薬でブロックして脳内のセロトニン量を安定させるっていう薬です。こうすることによってメンタルがちょっと落ち込みすぎないようになる。プラスにはあんまならへんけど。過去に一度モーニングルーティンもやったんですけど、その時に朝日を浴びるっていうのをやってて、それも朝日を浴びるだけでセロトニンの量が増えるんで、夜になるとそのセロトニンっていう物質がメラトニンっていうなんか睡眠にいい影響をもたらすものに変換されるんですね。だからもうセットですね。朝のモーニングルーティンとナイトルーティンっていうのはつながってます、やっぱり。ほんでさっきまでフロスをして、次は歯磨きです。フレアフロスみたいな使ってるけどちょっとアフレコが追いつかなかった。夜は僕は青葉一子さんの曲を最近はずーっと聴いてますね。ほんまになんか曲一つ一つにこうなんか思いが乗ってるなっていうのをすごく感じる。母性に包まれたような気持ちになる。そして歯磨き終わったら、舌磨きこの日はしました。日によってするかしんか別やけど、フロス、歯磨き、歯磨き、舌磨き、この3つできたらもうパーフェクトですね。そしたら寝室以外の電気を全部消しまして、あとはもうリラックスタイムですね。寝る時間とは僕は思わないようにしてる。何かして落ち着く、自分の感覚をこう落ち着く方に、リラックスできる方に持っていく時間っていう風に捉えてます。だから何してもいい。この後別にほうじ茶入れて今川焼き食べちゃってもいいし、歯磨きした後やけど、もう何してもいいんよ、落ち着くなら。僕はランニングとか筋トレとかもできる日はしたいしやってるんで、そうすると筋肉が張ってくるんで、柔軟とか筋肉をほぐすっていうのを結構やってます。腰とかめっちゃ痛くなるんで。この筋膜リリースか、なんか電動のね、この筋肉をほぐしてくれる機械がありまして、これでまずは筋肉を
ほぐしてます。ここのね鎖骨周りとかよく水とかお茶とかがさ喉の変なとこに入っちゃってむせるみたいなのあるやん。ああいうのもここが硬くなるとよくなるんよ。お年寄りの方とかこれでむせちゃって亡くなられる方とかもいるんで、ここら辺をほぐすのは結構大事ですよ。で今日さ乳突筋とかそのフェイスライン周りの筋肉もほぐします。結構日常的に多分自分は力が無意識に入ってるんやと思う。だからこう体が硬くてちゃんと呼吸をしてしっかり吐けてるとこう脱力っていうのはできるんやけど、多分うまくできてないんやろな。どこか緊張している、無意識にそういうのがあるんやと思う。だからこういうほぐすのはめっちゃ大事ですね。ほんでこのマッサージガン同い年じゃないな、1個下の男性の方が僕の YouTube を結構昔からずっと見てくれてるんかな。それでこの UFIT っていう企業さんのマッサージガンなんやけど、多分ほんまに話を出してくれて僕に提供してくれて、でなんか提供インスタの DM でもらうんですけど、メッセージをね、すごいこの人なんかただただなんかビジネスで見つけたんちゃうなみたいな、これずっと見てるなっていうのをちょっと文面で感じて、んでちょうど筋トレとかもしてたんで足とかも腰とかも痛いしありがてーって思って、んでね、なんかこの企業さんの悩みとしては筋トレに特化してるみたいなアプローチで売ってるんで、こういうリラクゼーションとしての用途をもうちょっとね活用していきたいみたいな。僕はもうもらった瞬間にどこの鎖骨とかめっちゃ伸ばせるやんとか思って、なんか使い方とかもさ知らんから普通にそれしかまず頭になかったんやけど、筋肉痛に当てるなんていう思考はそもそもなかったので、結構こう体緊張して張っちゃうみたいな人はおすすめ。これやってから別にやらんくてもこう柔軟、僕がこうやってるような柔軟とかを夜に入れて呼吸とかもしてやるとすごい落ち着きます。いいですよ。あとマッサージガンは値段が結構いいぐらいの値段なんで、親にプレゼントとかめっちゃいいと思いますね。マッサージガン市場の第一線の企業だと思うんでチェックしてみてください。僕の視聴者さんの企業でもあるので応援してます。余裕がある日はこうストレッチした後にもう数分 1,2 分とかでもいいんで瞑想をしますね。一通りやることが済んだので、あとはもう自由にして寝るだけです。遮光カーテンをね、サンルームの方の遮光カーテンを閉めて太陽の光が入らないようにします。で夜は結構ね、僕こういう散らかってるのが気になっちゃうタイプなんですよね。こう鬱っぽい時ってみんな怠けてる感じもあると思うんやけど、時あまりにも神経質すぎてもうベッドで横になってるとこう物の配置とかがめっちゃ過敏になっちゃう時期がありましたね。だから最近でも普通に寝る前こんぐらい片付けはしてるけど、なんかあまりにも過敏になる時がたまにある。一通り用事済んだら電気をもうほとんど落としてこのベッドの横の照明だけにしますね。最近は結構ね苔が順調で
順調ってか頑張って育ててる。めちゃ綺麗じゃない？これをねやっぱ夜見ると目にいいですわ。ほんまに緑で落ち着く。でだいぶ前に CBD オイル動画でちょっと言ったと思うけど、なんか最近もまあ結構続けてて、3滴じゃなくて僕は2滴でいい。まあ濃度があるんですけど、最近は2滴 CBD 取って寝るみたいな風にしてます。3滴取ると次の日結構ぐったりすることがあったりするから最近は2滴がちょうどいいなっていう感じです。最近は大地の再生っていう本を寝る前に読んでいて、一見日本って都会と田舎、まあ自然と街っていうのがはっきりこう分かれているように見えるんやけど、自然は割と守られてるっていう認識があったんやけど、案外そうでもなくて、自然っていうのも本来ある自然の姿じゃなくて、やっぱりコンクリートとかで空気の中のじゃない、土の中の空気の通りとか水はけとかが悪くなって、結構本来の形をしていない森とかが増えているというか、もうほとんどそうらしいですね。だからこの本読んで、まあ将来田舎住んで、まあ自分は自然林に戻したいっていう気持ちがあるので、やっぱ植物とかの動物とかの多様性がたくさんある自然があった方が嬉しいんで、そういうのをちょっと考えながら、将来なんかそういう土地とか手に入れたらどうしようかなみたいな思いを募らせています。このピンクのなんかちょっといやらしいもの、これは決していやらしいものではなくて、小豆の力っていう目を温めるものですね。ホットアイマスクです。それをこうして、まあ眠くなってきたなーって思ったらこれをね目元に置いて、こうするともうこの目つぶるしかなくなるし、この目元の温かさを感じながら気づいたら寝てるみたいな状況が理想なんですけどね。この日はちょっと調子が良くなかったんで、あんまり寝れなかったですね。あとちょっとホットアイマスクが熱くて、天井にこうやって投げて冷ましてました。いい感じに冷めたんで、また目元に置いて。マジで最近暑いよな、ほんまに。まあ、梅雨前線も消えたみたいですし、どないなってんねんって感じやけど。まあ、そんな感じで僕のナイトルーティーンでございました。皆様もどんなことしてるか教えてください。おやすみなさーい。